こんにちは。Python VTuber のサプーです。今日は Git の基本について解説していきたいと思います。Git を使うとソースコードを安全に管理することができるので、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルは無料の Python プログラミングスクールっていうコンセプトで Python やプログラミングに関する情報を発信したので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。まず Git って何かっていうと、ソースコードのバージョンを管理するツールです。ソースコードのバージョンソースコードのバージョンの管理ができると何が便利なんだって感じですかね。例えばコードを書いていた時に間違えて変更しちゃいけない部分を変更しちゃって、今日この変更したソースコードをもう保存しちゃったんだけど、変更する前の状態に戻したいな。でももうこのファイル上書き保存しちゃったし、もともとどう書いてあったのかもう忘れちゃったよって状況になったら結構困っちゃいますよね。他にも、例えば自分が作ったアプリ、ちょっと機能を追加したいなーって思ったんだけど、今忙しいから友達に追加してもらえないかなーって頼んで、友達が自分のアプリのコードを変更して、機能を追加してくれたとします。でも友達がどのファイルのどの部分を変更したのかってことがわからないと、ちょっと不安に思いませんか？もしも間違えた変更をして、元々の機能が動かなくなったら困りますよね。なので、今のソースコードと変更する前のソースコードでは、どこが違うのかがすぐ分かったり、変更する前のソースコードにサクッと戻せる機能があったら便利ですよね。こういうことを実現できるのが Git になります。こんな風にソースコードのバージョン管理ができるツールって Git だけじゃなくて実は他にもあるんですが、今現在ではほとんどのエンジニアが Git を使ってソースコードのバージョンを管理していると思います。あと GitHub っていうのも聞いたことがある人がいるんじゃないのかなって思うんですが、Git と GitHub は別のものです。GitHub は Git で管理されているソースコードをネット上に公開してみんなで共有するプラットフォームになります。今後 GitHub についても便利な機能を紹介していくつもりなんですが、今回はまず GitHub を使うための前提となっている Git の使い方のみにフォーカスして解説していきますね。まず Git の実際の操作を解説する前に Git の考え方について説明します。Git でソースコードを管理するとき、管理したいコードを一つのまとまりとして扱うんですが、その一つのまとまりをリポジトリって言います。例えば Web アプリを作るとき、以前に紹介したフラスクのフレームワークで作ろうと思ったら、Python ファイルとか HTML ファイルとか複数のファイルが必要ですよね。なので、ある開発で必要な複数のファイルを一つにまとめて、一つのリポジトリとして扱って管理します。一つのフォルダの中に管理したいファイルが入っていて、それを一つのリポジトリとする、こんなイメージです。で、そのリポジトリ内のソースコードを変更したり、ファイルを追加したり、ファイルの削除をしたりしますよね。そしてある程度変更したり追加が終わって一区切りついたら、変更した状態のソースコードを記録しておきたいなって思いますよね。で、その変更した状態を記録することをコミットって言います。例えば A っていう機能を追加したら、コミットで記録する。B っていう機能を追加したら、コミットして記録する。こんな風にコミットしたタイミングでのファイルのデータの記録を取っておいて、ファイルの履歴をどんどん作っていくイメージです。ちなみに、リポジトリの中にあるファイルは、トラックドファイル、追跡されているファイルと、アントラックドファイル、追跡されていないファイルの2種類のファイルがあって、Git で管理するファイルは、トラックドファイル、追跡されているファイルだけになります。なんだそれ。全部 Git で管理しておけばいいじゃんって思うかもしれないんですが、例えば開発中に更新されるログファイルっていちいちデータを取っておく必要ないですよね。こうやってわざわざデータを取っておかなくても良いようなファイルもあるので、これは対象だよ、これは対象じゃないよっていうのを一つのリポジトリの中で色分けすることができるっていうことです。次にブランチについて説明します。ブランチとは履歴を枝分かれさせて分岐させるものになります。これだけだとちょっとわかりにくいですね。例えば自分が一番初めに作っていたコードがあったとして、そのコードをベースにして新しい機能を追加したい場合、ベースのソースコードから一度分岐させて新しいブランチを作って、その新しいブランチのソースコードを変更して開発していきます。この新しいブランチのソースコードは元のベースのコードとは別に管理されているので、
新しいブランチのソースコードをいくら変更しても、元のベースのソースコードに影響を与えることはありません。分岐する前とした後の両方の状態を保持しておけるっていうことですね。で、一番初めのこのベースとなっているコードは、デフォルトのブランチのソースコードとして管理されていて、メインブランチもしくはマスターブランチっていう名前がついています。次にマージについて説明します。マージとは、あるブランチに対して別のブランチで変更した結果を取り込むことを言います。例えば、ベースのブランチ、メインブランチがあったとして、A っていう機能をつけるためにメインブランチから A ブランチっていうのを作って、A ブランチで A 機能を追加したとします。でもさっき言ったみたいに、メインブランチは A ブランチの開発の影響を受けないので、メインブランチはまだ A 機能がありません。で、このメインブランチの方にも A 機能を追加するために、メインブランチに対して A ブランチをマージして、A ブランチで追加した A 機能をメインブランチにも取り込みます。この時、どっちにどっちをマージするのか、方向があることに気をつけてください。あれでも、わざわざメインブランチに A の機能を追加しなくたって、新しい機能がついてる A ブランチを正式なコードとして扱っていけばよくないって思ったかもしれないんですが、実はチーム開発するとき、正式なコードとするブランチがメインじゃなくなると、ちょっとコード管理が混乱しちゃうんです。例えば、メインブランチをベースにして、田中さんと斉藤さんの2人でコードを開発しているとします。田中さん用の A ブランチを作って、A っていう機能を追加。斉藤さん用のブランチを作って B っていう機能を追加していこうと思います。この時、開発が終わったらお互いのブランチをメインにマージするって決めておけば、例えば、田中さんが開発が終わってメインに A ブランチをマージ、斉藤さんが開発終わってメインに B ブランチをマージすれば、最終的にメインブランチは A っていう機能も B っていう機能も追加されますよね。でも、もしも途中で正式なコードとして扱うブランチが切り替わっちゃったら、一体今どのブランチが正式なのかわけがわかんなくなっちゃいます。今、2人だけだからそんなに難しく思わないかもしれませんが、これが10人で開発してたらすごい複雑になっちゃいますよね。なので、基本的にはベースになっているブランチにマージするようにしましょう。ちなみに、今の田中さんと斉藤さんの例で、もしも田中さんと斉藤さんが同じファイル、util.py を修正していたとします。田中さんが先に開発が終わって、メインに A ブランチをマージするときは特に問題はないんですが、斉藤さんがメインにマージするとき、田中さんの util.py の変更と斉藤さんの util.py の変更がぶつかっちゃいますよね。こういうのをコンフリクトって言って、マージした時にコンフリクトが起きた時は、コンフリクトを解消してからマージする必要があります。この部分結構難しいので、今は、なんかマージの時にぶつかっちゃう時があるのか、くらいの理解でも OK です。この後でコンフリクトが起きたら実際にどうするのか実践するので、その時に理解を進めてください。一気に説明したので、一旦ここまでの説明を整理してみますね。まず、リポジトリは Git で管理するファイルのまとまりのことを言います。あるフォルダの中に管理したいコードが全部入ってて、このフォルダの中を一つのリポジトリとして Git で管理しますよ。こんなイメージでしたよね。で、コミットはファイルのデータを記録することを言います。あるファイルをコミットすると、その時点のそのファイルの中身を履歴として残しておくことができます。次にブランチとは、履歴を枝分かれさせて分岐させるものになります。ある機能を追加したいときは、ベースになっているメインのブランチから新しいブランチを作成して、そこである機能を追加する開発をすれば OK でしたよね。そしてマージはあるブランチに対して別のブランチで変更した結果を取り込むことを言いました。この後の説明では、コミットやブランチっていう言葉をどんどん使っていくので、ちょっとずつ言葉に慣れて、よりイメージがつきやすくなるんじゃないのかなって思います。では実際に Git を使う方法を解説していきますね。まず Git をインストールします。Mac の場合はターミナルで brew install git で Git をインストールすることができます。で、brew-prefix git で Git がインストールされたパスを調べたら、そのパスをメモしておいて、パスを追加するためにecho export パスイコールさっき出力されたパススラッシュ bin のパス山括弧山括弧の Z シェル RC。このコマンドで Z シェル RC にパスを追加して、ソース Z シェル RC
で、変更を反映します。ちなみに新しい Mac だと初めから Git が入っていると思います。Mac の Git のインストールは割と簡単なんですが、Windows の Git インストールはちょっとややこしい部分があるので、実際にインストールを実演しますね。まず Git の公式のページから Windows 版の Git のインストーラーをダウンロードします。この URL は概要欄に貼っておきますね。で、ダウンロードを押して、インストーラーをダウンロードして、ダウンロードしたインストーラーを起動します。で、インストーラーを起動すると、こんな画面が出てくるんですが、基本的にはデフォルトのまま進めていけば大丈夫です。ただ、途中でちょっと変更をした方がいいかなってところがあるので説明していきますね。インストールするパスはデフォルトにして、で、コンポーネンツもデフォルトのままにしておいて、ここもデフォルトで、ここの部分は Git のエディターを選択するんですが、私はこの Vib のままにします。新しくリポジトリを作った時のイニシャルブランチ、一番初めのベースになるブランチの名前を指定することができるんですが、私は今回こっちを選んでメインっていうブランチの名前にしようと思います。で、この部分も Recommended って書いてある真ん中のところを選択したままにしておいて、これもデフォルトのままで、これもデフォルトのままにしてます。で、ここが開業コード関連でちょっと選択が必要な部分で、私はこの一番下の部分を選択します。で、ここもデフォルトで、これもデフォルトのまま。で、これもデフォルトのままで、これもデフォルトで、これは特にチェックをつけません。で、最後にこのインストールを押して、これでインストールが完了しました。で、コマンドプロンプトを立ち上げて、Git バージョンっていう風に打って、Git のバージョンが表示されたら Git のインストールは完了です。そして Git を使うには Git のユーザー名と E メールアドレスを登録しておく必要があります。今回はこの PC の中でしか Git を使わないんですが、それでも誰がコミットしたのかっていうログの記録に必要となってくるので登録をしておきます。で、今回は自分の PC で Git を自分しか使わないよっていう環境を想定しています。まず git config global ユーザー E メール。この後に自分の E メールアドレスを入力して、これを登録して、今度は名前 git config global ユーザーネーム sap。こんな風に自分の名前を登録しておきます。この git config でユーザーの E メールとユーザーのネームを登録するのは Mac でも同じになります。では今回は実際に実演しながら Git の操作について解説していきます。まずはじめにこのコンピューターの中にあるフォルダに対して、このフォルダーの中を一つのリポジトリとして Git で管理したいですってリポジトリの初期化をして Git を始めます。今回は Work っていうフォルダーがあって、このフォルダーの中に今まで開発してきたソースコードが入っていて、で、このフォルダー内のファイルを Git で管理していくケースを考えたいと思います。で、Change Directory のコマンドで、この Work のフォルダーまで移動してきたら、このフォルダーの中で Git init っていうコマンドを打ちます。そうすると、このフォルダーの中のファイルを Git で管理できるようになります。Work のフォルダーの中に .git っていうディレクトリが作られて、この .git の中に Git の操作に必要ないろんな情報が入っています。Git ステータスっていうコマンドを打つと、今の Git の状態を確認することができます。上のところに On Branch Main って書いてありますね。これが今のブランチの名前になっていて、今はメインブランチにいることがわかります。次にコミットをしてみようと思います。Git init をしただけだと、まだ何のファイルも記録されていません。なので、まずはどのファイルをコミットするか予約するために Git add ファイル名ってコマンドを打つと、指定したファイルのこのコマンドを打ったタイミングでのファイルの内容がコミットされるデータとして予約されます。この予約をする操作をステージングに追加するみたいな言い方もします。こんな風にファイル名を指定して Git add をすることもできるんですが、コミットの予約をしたいファイルがたくさんあるとき、例えば今いるこのフォルダーの中、さらにその下のサブフォルダーの中のファイルもすべてコミットの予約をしようと思ったら、git add dot ってコマンドを打ったら OK です。ちなみに git add をする前に git status って打ったとき、untracked ファイルって書いてありますよね。さっき説明した
追跡されないファイルのことですね。で、Git add を打つ前は、このフォルダーの中にあるファイルはすべてアントラックドファイルになっていました。では、Git add を打った後に、もう一度 Git ステータスを打ってみると、アントラックドファイルじゃなくて、Changes to be committed のところにファイル名が並んでいますね。Git add のコマンドを実行すると、自動的にそのファイルはトラックドファイル、追跡するファイルとして見なされます。一度 add したファイルは、意図的にアントラックドファイルとして登録しない限りは、必ずトラックドファイルになります。例えば、もう一度このフォルダー内の code.1 っていうファイルをちょっと編集してみて、これで一旦保存して、もう一度 Git ステータスって打ってみると、Changes to be committed のところに code.py があって、さらに Changes not staged for commit のところにも code1.py があります。この .idea は PyCharm で使われるフォルダーなので無視してください。さっき add した時点での code1.py のデータの内容はちゃんとコミットの予約がされていて、add をした後に code1.py を変更した内容はまだコミット予約されてないので、この下の changes not staged for commit のところにあるようになります。なので、今変更した後のデータでコミットをしたい場合は、もう一度 git add code1.py で変更後に git add をしておきます。これで今の時点でのファイルのデータがすべてコミット予約がされました。で、コミットを実際にするには git commit-m コメントって書きます。コミットするときは必ずコメントを書きます。例えば今回だったら一番初めのコミットなので、ファーストコミットとかで OK です。で、これを実行してコミットをすることができました。コミットには必ずハッシュ値が付与されて、これをコミット ID って言います。Git はこのコミット ID でどのコミットなのかを認識します。ここにはコミット ID の先頭7文字の短いバージョンが表示されていますね。あと Git log っていう風に打つと、今のブランチのコミットの履歴を見ることができます。ここで .idea っていうこのフォルダ、PyCharm が作っている隠しフォルダなんですが、これを Git で管理しないようにしてみようと思います。で、.gitignore っていうファイルを作ります。これを開いて、フォルダを指定します。/.idea/ こういう風に書いて保存して、もう一度 Git ステータスっていう風に打つと、さっきみたいに Untracked Files のところに .idea はなくなりましたね。代わりに .gitignore が追加されました。この .gitignore もアドしてコミットをしておきます。続いて今いるこのメインのブランチから別の新しいブランチを作ってみようと思います。git checkout-b ブランチ名で今いるこのメインブランチから枝分かれして新しいブランチが作れてそのブランチにスイッチ切り替えることができます。ブランチ名はスラッシュで階層を作ることができてよくあるのはフィーチャーっていう階層を作ってその下に機能名をつけるみたいなのが多いですね。今回はフィーチャースラッシュユーザーログインっていう名前にしてみますね。で、これを実行すると、新しいブランチが作られて、そっちにスイッチ切り替えられたよっていうのが出てきました。で、このフォルダーの中はすでに新しいフィーチャーユーザーログインのブランチに切り替わっているので、このフォルダーの中に新しくユーザーログイン .py っていうファイルを作りました。なので、これをまずアドして、コミットをします。で、今、フィーチャーユーザーログインブランチは、ユーザーログイン .py が記録されているんですが、元々のメインブランチには、ユーザーログイン .py は存在していません。では実際に、今のフィーチャーユーザーログインブランチから、メインブランチに切り替えてみようと思います。ブランチをただ切り替えるには、git checkout ブランチ名でブランチを切り替えることができます。今回はメインブランチに切り替えたいので、git checkout main これを実行すると、その瞬間にこのフォルダーからユーザーログイン .py のファイルが消えてしまいましたね。では今いるメインブランチにさっきのフィーチャーユーザーログインブランチをマージしてみようと思います。マージをするには git マージするブランチっていう風に書きます。今いるメインブランチに対して
Feature User Login ブランチがマージされることになります。マージの説明の時も言ったように、どっちにどっちをマージするっていう向きがあることを気をつけてください。この場合はメインに対してユーザーログインをマージする。こういった向きになります。で、これを実行すると、ユーザーログイン .py が現れましたね。で、Git ステータスを見てみると、ちゃんとメインにいることがわかります。これでメインのブランチに Feature User Login ブランチで開発した内容が取り込まれました。あと、もしも、なんか変更したけどおかしくなっちゃった。元のコードに戻したいなって思ったら、Git ログで戻したい地点の Commit ID を調べて、Git reset -hard commit ID で打つと、そのコミットをした時の状態に戻すことができます。ただ、この Git reset hard は、このリセットハードでデータをある地点に戻したよっていうようなログは残らないので注意してください。他にも今コミットしたやつをなかったことにしたいなって思ったら Git revert 取り消したいコミット ID っていう風に書きます。今回はこの @userlogin.py で userlogin.py を追加したこのコミットを打ち消してみようと思います。実際に Git revert さっきのコミット ID を指定するとこんな風にリバートのメッセージを編集するような画面が出てきます。エスケープを一度押して I のキーを押すと編集することができます。ただ、すでにデフォルトのコミットメッセージがここに書かれているので、今回はこのままにしようと思います。もう一度エスケープを押して、コロンを入力して、WQ を入力してエンターを押します。で、ここのフォルダを見てみると、さっきマージして追加されたはずの userlogin.py がなくなってしまいましたね。で、Git ログを見てみると、ここにちゃんとリバートしたよっていうログが残っています。ちなみにこの Git ログは長くなると一つの画面に表示できないので、下のカーソルを押していくと、どんどん古いログが表示されます。このログを終了したかったら、キーボードの Q を押します。それでは次に、マージの時のコンフリクト解消方法について実演しながら解説していきますね。ここで PyCharm っていうエディターを使いながら Git の操作をしてみようと思います。PyCharm については以前動画を上げているので、使ったことがない人はぜひ参考にしてみてください。実は PyCharm からも Git の操作ができるんです。しかも今実演したみたいなコマンドを使って操作するよりも、もっと視覚的にわかりやすくて、簡単に操作することができるので、ぜひ使ってみてください。すでに Git 管理されているフォルダを PyCharm のファイル、開くでオープンすると、こんな画面が出てきます。ちょっと見にくいんですが、この左下のところに Git っていうのがあります。これをクリックすると、こんな画面が出てきます。この左側のエリアはブランチの情報が表示されています。この付箋みたいなマークがついているブランチが今いるブランチになります。ここのエリアはコミットの履歴がグラフで表示されています。どのコミットでどのファイルにどんな変更があったのかを見れて、例えばさっき .gitignore でコミットしたものは、この .ignore ファイルだけだっていうのが分かって、これをダブルクリックすると、こんな風にこの行が追加されたよっていうのが分かります。ブランチを移動したい場合は、移動したいブランチを選択して、右クリック、チェックアウトでそのブランチに移動することができます。今、ユーザーログインの方に移動したので、また userlogin.py のファイルが表示されましたね。では、この PyCharm の画面上でメインブランチから新しいブランチを作りたいと思います。まず、メインにもう一度移動して、この code1.py っていうファイルを一度編集します。この code1.py には、今日の日付を取ってきて、その日付が10以下だったら上旬ですって表示させるだけのコードが書いてあります。で、PyCharm 上でこれをアッドしてコミットするには、この左側にあるコミットっていうタブをクリックして、デフォルトの変更リストの中に入っている code1.py にチェックを入れて、ここにコミットメッセージを書きます。今回は上旬の表示っていう風に書きました。この状態でコミットっていうボタンを押すと、開業に関する警告が出てきます。
CRLF 開業コードを Git リポジトリにコミットしようとしていますって書いてあるんですが、Windows だと開業のコードがこの CRLF 開業コードになっています。今回は Windows の開発だったら Windows の開発で、Mac の開発だったら Mac の開発だけの Git 管理を想定しているので、今後警告をしないっていうのにチェックして、そのままコミットをします。で、さっきのこの左下の Git をもう一度見てみると、標準の表示のコードがコミットされましたね。で、このメインのブランチをベースにして新しいブランチを作るために、このメインのブランチを選択した状態で右クリック、選択したブランチから新規ブランチっていうのを選択して、今回ちょっとわかりやすいように Feature A っていうブランチを作ろうと思います。で、これで作成ボタンを押すと、新しく Feature の A っていうブランチができました。で、付箋がここにあるので、今 A のブランチに切り替わっています。で、A のブランチにいる状態で、このコード 1.py を修正します。今、nowday っていう変数が10以下の if 文だけだったんですが、elif を使ってこの nowday が10よりも大きくて20よりも小さいときは中順ですっていう風に表示させるような if 文に変更しました。ちなみに Git 管理されているファイルは PyCharm では変更した行のところにこんな風に色がついていて、どこが前回の Git のコミットと変更されたところなのかっていうのがわかるようになっています。ここのプロジェクトのファイルを見るところも、変更されているファイル名が青い表示に切り替わっています。で、この中順の表示をこの A っていうブランチにコミットします。同じようにコミットのところを開いて、コード 1.py にチェックを入れて、中順表示の追加っていう風にしてコミットをします。で、またメインのブランチに戻って、今度はメインのブランチからもう一つ Feature B っていうブランチを作ります。で、この Feature B のブランチは、もちろんまだこのコード 1.py はメインと同じ状態なので上順ですっていう分岐しかありません。今度はここに nowday が20以上だったら下順ですっていうような分岐を作ってみました。これもさっきと同じように上順表示の追加をしてコミットをします。で、今ちょっと間違えてコミットメッセージを下順の表示の追加じゃなくて上順の表示の追加っていう風にしちゃいました。コミットメッセージを修正するには、このコミットグラフの修正したい部分を選択して右クリックしてコミットメッセージの編集っていうのを押します。で、下順の表示の追加に修正しておいて OK を押します。これで今 A の方には中順の表示の追加がされて B の方には下順の表示の追加がされています。で、もう一度メインに戻って今度はメインに対して A をマージしてみようと思います。で、メインのブランチに切り替えたらマージしたいブランチを選択して右クリックで現在のブランチにマージを選択します。これだけで今メインのブランチに A で修正した結果が反映されているはずです。実際にコード 1.py を見てみると確かに中順の分岐が追加されましたね。ここまではさっきと同じなんですが、今度この状態で B のブランチもマージしてみようと思います。同じように B を選択して現在のブランチにマージを選択。で、そうするとこんなポップアップが出てきます。競合っていう風に書いてあって、今コンフリクトが起きていることがわかります。今コンフリクトが起きているのはコード 1.py なので、この部分をダブルクリックすると、こんな画面が表示されます。今この左側の方はメイン側の変更って書いてあって、これはすでにメインで中順の分岐が取り込まれたコードになっています。で、今度はこっちの右側の方はFeature B 側の変更っていう風に書いてあって、これは今から取り込もうと思っている Feature B、下順の分岐が書いてあるソースコードになっていますね。で、この真ん中のところが結果って書いてあって、この真ん中の部分がこれからコンフリクトを解消した後、つまり最終的にコンフリクトを解消したソースコードをどうするのかを決定するエリアになります。左側と真ん中のエリアの間にこんな風に×と矢印のマークがありますね。矢印を押すとこの部分のコードが取り込まれて
×を押すとこの部分のコードは削除されます。もちろん今回は中順の分岐は残しておきたいので矢印を押します。そうするとこの結果のところに反映されましたね。同じようにフィーチャー B 側も下順ですっていう変更は取り込みたいので、この矢印のボタンを押します。そうすると左側と右側からの変更両方が取り込まれた中順と下順の分岐が追加されましたね。ちなみにこの真ん中のところは直接編集することができて、今ここに開業が入っちゃってるので、こんな風に開業を取ってあげることもできます。で、この状態で適用のボタンを押すと、フィーチャー B のブランチもマージすることができました。こんな風に PyCharm のエディターを使うと、視覚的にわかりやすくて Git を操作することができますね。今回の内容は以上になります。今回は Git の第一歩っていうことで、基本的な操作だけを取り扱ったんですが、Git が初めての人にとってはちょっと難しかったんじゃないのかなって思います。今回紹介した基本的な操作をいろいろいじっているうちに、なんかイメージできたかもしれないって徐々に理解が進むと思うので、ぜひ自分一人での開発だったとしても Git を使ってみてください。また、今回は自分の PC 内に閉じているローカルの環境、ローカルレポジトリの操作だったんだけど、GitHub や GitLab っていったサーバーのデータを使いながら Git でコードを管理するとまたもっともっと便利な機能があるんです。今後、この GitHub の使い方についても解説していくのでぜひ楽しみにしててください。動画の内容でよくわからないことがあれば、コメント欄に質問いただけたらできる限り回答したいと思います。この動画が面白いと思ったら、いいね、チャンネル登録してもらえたらとっても嬉しいです。Twitter もやってるのでよければフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。